はいどうも、真島です。今回はですね、講談社のゲームクリエイターズラボからお送りしてるんですけども、僕ね、ずっとゲーム作りたいって言ってたらですね、なんとですね、今回アンリアルエンジン5を使ってゲームを作ってみようというね、企画をやることになりました。僕一人じゃ作れないので、今回はものすごい方をお呼びしております。エピックゲームの岡津先生です。よろしくお願いします。エピックゲームジャパンの岡津こと岡田と申します。今回は、岡津でよろしくお願いいたします。弊社エピックゲームズはアンリアルエンジンというゲームエンジンを開発とか提供しているんですけども、私はその日本支社の方で技術サポートとかをしております。本日真島さんですかねそうです。僕今回生徒なんでレクチャーということでお呼ばれしました。よろしくお願いいたします。ありがたいですね。嬉しいっすね。今までアンリアルエンジン触ってる時にいろんなブログの記事ですとかいろんな動画見ながらいじってたんですけども、今回はエピックゲームの方に教えていただけるということでめちゃくちゃワクワクしております。僕も子供の頃から見ていた漫画の作者の方に教えるということですごい緊張してますが、はい、アンリアルエンジン使えばフォートナイトみたいなゲーム作れるんですか？確かに弊社の方でアンリアルエンジンを使ってフォートナイトっていうゲームをですね作らせていただいてますが、なかなか難しいので初心者には難しいですか？今日は第一歩として軽めのゲームをもうちょっと初心者でもできそうなゲームからそうですね、はい、そうですね、やっていこうと思います。じゃあね、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。じゃあ、まずはですねエピックゲームズラウンチャーというものをダウンロードする必要があるのですが、ちょっとそちらから入ると長くなってしまうので、その説明に関しては丁寧な解説ページをですね YouTube の概要欄に貼っていますので、こちらをご覧ください。はい、で今からの説明はですね、そのランチャーをダウンロードしたところから始まります。今画面に映っているのはこのエピックゲームズラウンチャーというものになります。はい、こちらからですね、アンリアルエンジンであったりとか、後でご説明するアセットと呼ばれる便利な 3D のモデルとか、音とかエフェクトとかをダウンロードするところがこちらに全部詰まっております。はい、こういったいろんなサンプルとかもたくさんありますので、ちょっと今日は時間の関係で解説できないのですが、ゲームを作るためのパーツみたいなものがたくさんありますし、結構ですね、無料のものも多いので、ぜひ興味持った方はですね、こういったところもざっと見ていただけるといいのかなと思います。すごい。これって自分のゲームに使っていいんですか？自由に使っていただいて大丈夫です。うわ、すごい。自分で言うのもなんですが、いい時代になったものかなと本当そうですよね。思いますね。このモデルを初心者が一から作ろうと思ったらめちゃくちゃ時間かかりますもんね。すごい大変です。それを企業の方が提供してくれるっていうのはありがたいですよね。そう言っていただけると弊社としてもすごい嬉しいです。上に6月の無料コンテンツって書いてあるんですけども、これは月ごとに無料コンテンツがあるということなんでしょうかね？はい、そうなんです。毎月ですね、有料のアセットからちょっといいものをピックアップしまして、無料で皆様にお配りしております。いいんすかそれ？いやー、本当に僕も大丈夫かなと思いながら。毎月じゃあ変わっていくんですね。そうなんです。一度手に入ったらもうそこからずっと無料で使えますので、うわ、なるべく早くラウンチャーをダウンロードして、毎月チェックして、ぜひぜひダウンロードしてみてください。アンリアルエンジンをまずダウンロードする必要があります。で今回すでにダウンロードしているんですけども、ラウンチャーを初めてダウンロードしたときは、これが空っぽになってます。なので、ここのプラスボタンをクリックしてですね、この三角ボタンをクリックすると、ずらーっとアンリアルエンジンのバージョンが出てきますので、こちらから、インストールしたいバージョンを選択してください。今の、2022年6月現在ですと 5.0.2 っていうのが、最新になります。では、早速ですね、ゲームを作っていこうと思います。やったやっといけるぞ、ゲーム作るぞ。これまでは一から全部いろんなものを作らないといけなかったんですけども、アンリアルエンジンの場合はですね、テンプレートというものがございます。こちらを使うことで、ある程度キャラクターが動いたりとか、ジャンプしたりとか、基本的なものが揃った状態でゲーム作りを始めることができます。わ、めちゃくちゃ便利ですね。実際にプロジェクトを作ってみようと思います。はい。まずはこちらの起動というものを押しまして、このような画面が出てきます。はい。で、こちらでゲームっていうものを押すと、こんな感じでですね、すでにいろんなものが揃ってる。ファーストパーソン、サードパーソン、トップダウン、ビーグル応用。で、FPS とか作りたい人はこのファーストパーソン選んだりとかですね、車を動かしたいって場合はこのビークルとか。あと最近だと VR とかもありますので、この VR もちゃんとサンプルが揃っております。すごい。今回は事前に真島さんよりキャラクターを動かしてアクションゲームを作りたいみたいな。そうなんです。アクションゲームを作りたいです。そういった方はこのサードパーソンっていうのを選ぶのがおすすめです。TPS ってやつですね。そうですね。はい。後ろからカメラがあってみたいなゲームになります。
あとはもうこの作成をしちゃえばいいんですけども、自分のプロジェクト名を決めてください。タイトルみたいな感じですか？そうですね。はい。うん自分のゲームのタイトルをここで、とか、あとはよくコードネームとかつけたりします。はいはいはい。すごい適当なんですけど、マシママシマゲーム。とか。はいはい日本語でも大丈夫なんですけども、英語にした方がトラブルがないかなと思います。なるほど。もしパソコンのスペックに自信がない方、ノートパソコンであったりとか、ノートパソコンでもできるんですね。できますが、ちょっとやっぱり自信がないよっていう方はですね、はい。このターゲットプラットフォームを、モバイルにしたりとか、なるほど。品質プリセットをちょっと下のスケーラブルにすると、パソコンのスペックがちょっと低めの方の環境でも、アンリアルエンジンがちゃんと動くようになりますので、これはでも後から変えられないですよね。後で変えられるんですか？変えれます。はい。とりあえずそれで様子見るっていうのもできるってことですね。そうですね。確かに。はい。今回は、このデスクトップのマキシマムでフルでいきます。はい。この作成を押すとですね、アンリアルエンジンのエディターが立ち上がります。うわ、なんか出てきましたよ。こちらがアンリアルエンジン5のエディターになります。ほうほう。はい。いろいろ説明する前に、まずはちょっと遊んでみようというところでですね。これなんすかこれなんか四角いものが散らかってますけど。実はキャラクターでコロコロ押せたりします。キャラクターいないんですよ、でも。プレイするといきなり出てきます。だってまだ何も作ってないですよ。遊んでみようと言っても。できてます、ゲームが。上の方に再生ボタンがあると思うんですけども。この緑色のやつですか？はい。はい。クリックすると、もうゲームが始まります。なんかおりますね、人が。はい。うわわわアンリアルエわ。ンジンわ5のキャラクターなんですけども。うわわ。もしかしてこれ動かせるの？うわわわわ、動ける、動く。いけます。うわ、すごい。うわ。しかもちゃんとマウスで画面も動くじゃん。カメラそうなんですももうできてるってこと？わ、すごい。はい。ジャンプもできる。もう全部揃ってますい。や、すごいな。ただね、僕、キーボードでキャラ動かすの慣れてないんだよね。すんげえ戸惑ってます。ゲームパッドがつながってるとゲームパッドで操作もできるので。いいですね。わーいわーい。確かにこれゲームできてるじゃん。ねえ、これだけでなんか遊べそうですよね。じゃあ、本日の講座はこれで以上に。やったーやったーフォートナイトができたぞ。っていうわけにもいかないので、確かにね、はい、プロジェクトをですね、はいもっと足間さんが作りたいものにカスタマイズ、改造していければと思います。やった一回これを止めようと思います。はい。キーボードの ESC、エスケープボタンっていうものを押していただくと、はい。終了します。押します。はい。おっと、なんかいっぱいできた。これは何これ気にしないでください。大丈夫です。これは気にしなくていいですか？じゃあ、×でいいですか？はい。はいまずはですね、画面をどう動かせばいいのかわからないという方が多いと思い分かます。ってないです。基本的には右クリックを押しながら、右クリックをしながら WASD ですね。おー、なるほど、なるほど。はいはいはい。結構パソコンでゲームする方はおなじみの操作だったりすそるでが、うんですね。きっとそうなんでしょうね。これでいろいろ画面を動かすことができます。Q とか E ボタンを押していただくとカメラが上下にします。おー、そうですね。確かに。初めてこのアンリアルエンジンのエディターを開いた後はですね、真ん中にあるビューポートって言われる、ゲーム画面みたいなものなんですけど、こちらの動かし方をまず慣れていただくのが良いのかなと思います。はい。ではですね、真ん中のものを動かすところから始めていこうと思います。はい。物を動かす。この今いる世界はレベルって言うんですけども、はい。このレベルにはですね、たくさんのアクターっていうものがあります。地形とかをクリックしていただくと、黄色く、これですか？そうですね、選択されるんですけども、こいつがアクターですか？この1個ずつが全部アクターというものになってます。はははは。アクターをですね、いろいろこのレベルという世界にですね、配置したりすることで、どんどんゲームを作っていきます。なるほど。すでにあるアクターをちょっと動かしたりとか、カスタマイズしていこうと思います。はい。何かものをクリックすると、はい。赤とか、青とか緑色のものが出てきます。なんか出てきましたね。それをマウスでドラッグ、クリックして動かしていただくと、うわ、回ってます。動かすことができますう。わ、すごい。スペースキーを押していただくと、はい。うわ、こんな感じで変わってきます。これはですね、大きさを変えるモードになります。大きさを変える。はいはいはい。例えば青のものはい。をクリックして、うわドラッグしていただくと、こんな感じで、伸びた。キュッキュッキュッとうわ、でかくなりやがったこいつ。簡単じゃないですか。本当にゲームみたいな感覚で、こっちもいいですか？うわ調整することができます。うわ、すげえ。うわ、めちゃくちゃでかくなった。でっかいやついます、一人だけ。もっとでかくしよう。うわ、すげえ。もう一回スペースキーを押していただくと、また違う感じになりましたね。はい。矢印のモードになりました。こちらがですね、移動させることができます。空飛ぶでかいやつです。もっと上の方にぐーっと伸ばしうわ動かしていただいて、ここで一回さっきの実行、プレイボタンを押してみてください。プレイボタン。はい。
わ、なんか落ちてきたなんか落ちてきましたよ。あれもう反映されてるじゃないですか。そうなんです。うわうわうわ、邪魔こいつちょっと作ったはいいけど邪魔。ちょっといじってみて、それが面白いのかなみたいなことをすぐこうやって試すことができます。なるほど。うわ、すごいでかいな、思ったよりここにあるもの全部いじることができます。もうめちゃくちゃにしたい。では次はですね、ここにあるものを複製増やしてみようと思います。はい。まずは増やしたいものを選択していただければと思います。このでかいやつですね。はい、これをさらに、はい増やしていきます。この移動モード、何でもいいんですけども、移動モードで何か矢印をクリックしていただいて、はい。オルトボタン、キはいーボードの左下の方に ALT というキーがあるんですけども、はい。それを押しながらマウスをギュッと動かしていただくと、うわこうやって出すことが、兄弟を作ることができます。でかいやつ2匹になりました。これで実行すると多分もう3つ一気にドーンと落ちてきます。実行してみていいですか？はい。出てきました。うわーあとはですね、複数選択もできますので、例えば、左の奥にある丸い柱みたいなものがあると思うんですけど、これですか？これは実は4つのアクターでできておりまして、分かれてるんですね。はい、近づこう。これはキーボード左下に CTRL コントロールキーというものがあるんですけども、はい。それを押しながらクリックすると複数同時に選択できます。おー、なるほど。今これで4つ選んでますね。はい。なので、この状態で動かしていただくと、まとめて動きますし、おー、なるほど。はいはいはい。さっきのようにオルトキーを押しながら増えたとこれで増やすことができます。うわうわうわ。よし、ここにじゃあ塔を作ります。なんかよくわからんけど、なんかできました。階段っぽくしたいな。しまったケーキみたいになっちゃった。ちょっとずつずらしておきたいっていう時に、はい今のやり方ですと、なんかすごいちょっとずつしか動かないので、はい調整しづらいかと思います。はい右上の方にいっぱいアイコンがあるんですけども、はい。この辺ですかね。その中になんかそのグリッド模様のアイコンと横に10っていう書いてるものがあります。はい。これを例えば500とかにしていただいて、さっきは移動するときに結構ぬるぬる滑らかに動いていたと思うんですけども、これを500に設定すると、どれぐらい、どんな感じになるのかってことですよね。はい。あれうわ、わわわ。わわ、なるほど。グリッドの500分移動してるってことですね、1回で。そうですね。はい。柱を均等に置きたいっていうときは、こういった機能を使うとすごい便利だったりします。なるほど。このままこうコピーしたら、あ、均等にこういけるのか。わ、すごい。これはすごいですね。なんかアクションゲームのステージみたいな確か感じに。もうね、ここジャンプしていけそうですね、もう。一番上とかちょうどゴールに良さそうです。確かに。この青いやつ落ちてきちゃいますけどね。落ちてきます。こいつら落ちないんですか？この落ちてきます丸っこいやつは。これは落ちない素材なんだ。そうですね。物理っていうものが、これは無効になってます。なるほど。青いものは有効になってるので、ドーンと重力で落ちてきたりとか、なるほど。キャラクターで押したりできます。カメラを動かしたりとか、アクターって呼ばれるこの一つずつのオブジェクトとかを動かす方法はこんな感じになってます。はい、もうすでにこの段階で楽しいんだけど。もうすごい楽しいですね。この段階で、はい。ただですね、これだけだとやっぱりなかなかゲーム作れないですし、はい、もっといろんなものを置きたいと思うので、新しいものをこのレベル、この世界にですね、置いていこうと思います。はい。エディターの左上の、選択モードと呼ばれるところの右に何かプラスボタンみたいなものがあると思うんですけども、はい、それをクリックしていただくと、プロジェクトに迅速に追加します。ここでですね、アクターがたくさん用意されています。一番下のアクター配置パネルをクリックしていただくと、左にこんな感じで出てきます。ポイポイポイと放り込めるようなパネルになります。これは素材みたいなものなのかな？そうですね、素材集みたいなものだと思っていただければと思います。今出たウィンドウのなんかキューブ立方体のアイコンが一番上にあると思うんですけども、これですね。形状で、はい、それです。ちょっとまたこれは置けるものが変わります。はい。例えばスフィアっていうものを、これが Q なんですけども、ドラッグ&ドロップ、マウスでクリックしてポイッと置くと、これでもう新しくなんか埋まってますけど、これで、はい、世界に置くことができます。で、こういう位置を調整して。これでこう置けると。はい、こんな感じで新しい物体ですね、置くこともできますし、さっき押していただいた立方体の横にライトという電球みたいなアイコンがあります。例えばスポットライト、真ん中のスポットライトをドラッグ&ドロップで置いていただくと、こんな感じですね。なんか今光っております。ここにライトが灯ったってことですか？
そうですね。はい。今すごい Q が照らされてますけど。今照らされてますね。ちょっと白だから分かりづらいですけど。せっかくなんでちょっとこのライトの色も変えてみますか。ライトの色変えられるんだ。ライトを選択していいかと思うんですけども、はい、その状態でエディターの右側の詳細パネルというものがあります。置いているアクターのパラメータ、スキルとか、属性とかを変えることができます。下に、このライトと呼ばれるところの下をちょっとくるくるっと、スクロールしていただくと、ライトカラー。これっぽいな。はい。白のやつ、これっぽいな。これをなんかプレイしていただくと、色を変えれます。いや、もうこれね、僕が普段使ってる絵を描くツールみたいですね、これ。これでもう色選べちゃうってことですよね、これで。はい、自由に選べます。ちょっと赤にピンクにしようかな。ちょっと怪しい感じに。ピンクでいきたい。ほんのりピンク色になってますね。で、さらに、ライトカラーの上にインテンシティと呼ばれるパラメータがあるんですけども、これをちょっとグイッと上げていただくと、強烈な感じになってきました。ライトの強さも変えれます。なるほど。こういった感じで細かく調整することができます。これでもこだわったらずっとやっちゃいそうですね。そうですね。もうキリがない感じですけど。ですよね。で他にもなんかいろんなアクターを配置パネルにはですね、いろんなものがあるんですけども、ぜひいろいろ皆さんの方でも試してね、ちょっと気になるのいっぱいあるんですけどね。で、これだけだとまだまだシンプルなものしか置けません。もうちょっとなんかかっこいいキャラクターとかですね、炎とか置きたいところです。なのでそういったものもちゃんとアンリアルエンジンはご用意しております。アセットって呼ばれるデータですね、ゲームを彩るパーツを管理するもの、コンテンツブラウザーというものがあります。エディターの左下にコンテンツドロワーという文字があります。あります。それをクリックしていただくと、なんか出てきました。シュッと出てきます。皆さんがよく使われているパソコンで見るようなエクスプローラーと呼ばれる、なんかいろんなファイルを管理するところがあると思うんですけども、そんな感じでですね、アンリアルエンジンでもアセットと呼ばれるデータをこちらで管理します。なるほど。フォルダーの、レベルプロトタイピングをクリックしていただいて、さらにメッシュと呼ばれるところをクリックすると、こんな感じでですね、今使われているデータがこちらに保存されてます。さっきのでかいやつかな。さっきのこいつですね。これがこれってことですね。そうです。なるほど。でこれもさっきのアクター配置と同じように、ドラッグアンドロップでワールドに置くことができます。増やせますね。どんどん増やせます。わ、すごい。さっきみたいに複製してもいいし、ここから持ってってもいいってことなんですね。そうですね。毎回このコンテンツドラワーが出たり出なかったりするとはちょっと大変な時もあるので、せっかくなので固定しようと思います。そうですね。コンテンツドロワーをクリックしていただいて、右上の方にレイアウトにドッキングという欄があります。これでするともう、なるほど。ずっとここに表示されてるんですね。消えなくなります。なるほど。こっちの方がやりやすいですね。そうですね。よく物を置いたりする方は出しっぱなしの方が楽かなと思います。デフォルトですと、このコンテンツブラウザーにはあまりデータが入っていません。なので、ここにデータをですね、増やしていければと思います。コンテンツブラウザーの左上に追加というボタンがあります。追加。機能またはコンテンツパックを追加があります。こちらをクリックお願いします。一番初めにプロジェクトを作るときに選んだテンプレートの他のテンプレートを追加することもできますし、左上のコンテンツタブをですね、クリックしていただくと、こちらスターターコンテンツというものがあります。これが基本的なデータが入っているパックみたいなものになってます。で、こちらを選択していただいて、プロジェクトに追加をします。そうすると、さっきのコンテンツブラウザにですね、たくさんアセットと呼ばれるデータが追加されました。もう追加されてるんですか、これ。もう追加されました。じゃあこれ一旦このウィンドウ閉じても大丈夫ですかね。大丈夫です。スターターコンテンツというところが追加されてます。わ、本当だ、いっぱいなんかある。スターターコンテンツのプロップス PROP、そちらですね、を選択していただくと、結構かっこいい。本当だ。椅子とか机が追加されたりします。これも置けるの？置けます。急になんかリアルなものが出てきた。だいぶブロックとかキューブばっかりだったのが、なんかしょうもない世界に急にリアルなものが出てきました。椅子が出てきます。他の椅子も置いてみよう。わ、なんかもう駅のホームみたいになりましたよ。プロップスの上にパーティクルズというフォルダーがあるんですけども、P-Fire っていう。P-Fire。セットからそれを出すと、もうこんな感じで火を。これはすごい。火を焚けます。いや、ちょっと燃えてますよ、もう。大惨事ですね。もしかしてこの青いのにもつけれるんですか？
うわ、燃えてる。こんな感じでですね、自分の作りたいゲームに合わせたデータをどんどん追加して、レベルにどんどん置いていって、はいゲームを作っていく感じいになや、いいっりますす。ね。これ、めちゃくちゃいっぱい置きたい、これ。ここでやはりさっきの無料のアセットがやっぱり生きてきますので、なるほど。他にも3D のアセットとか作れる方はですね、はい自。分で作っていただいて、こちらの UE5 にドラッグアンドロップで入れていただければ、ご自身のキャラクターとかですね、作った家とかをポンと置くことができます。なるほど。では、さっきのスターターコンテンツのマテリアルってこれですね。いうところなんですけども、なんか丸いうん。ところに変な模様が書かれているものがたくさん出てきました。出てきましたね。これを適当にドラッグアンドロップでポイッと床に置いてみてください。どうすんだろう、金がいいかな。うわわわわわわわ。こんな感じでですね、めちゃくちゃ悪趣味な床になりましたけど。でっかでかですね。うわ、すげえ。マテリアルって材質を変える感じなのかな。そうですね、なんか表面がどんな色をしていて、どんな、デコボコしてるのとか、ザラザラしてるのとか、おー、これはなんかツルツルなのマリモっぽい感じ。あ、これでいろいろ選べるんだ。銀色。おー、これもいいですね。これなんだ。あ、これなんかちょっと SF チックな感じの。いやー、やっぱ金いいなこれお気に入りですね。はい、いいですでかでかね。い。これ壁とかこの四角いやつの色は変えられないんですか？これもポイッとやっていただければかあ、な。変わります。ちょっと一人だけ豪華なんだけど、片方燃えてんのにさ、こいつだけなんか金持ちのやつみたいになってんだけど。うわ、すげえ。じゃあ周りの感じこれにしようと。おテッカテカしてるな。ちょっと違うのにしてみようかな。これにしようかな。石っぽい。お、いいですね。これいいですね。うわ、すごい。もうこれだけでなんかオリジナルステージっぽい。っていうところでですね、だいぶレベルもいろいろオリジナリティが溢れる感じになってきましたけども、はいもうちょっとじゃあこれからはアクション部分ですね、ゲーム部分について理想のものに近づけるためにもいろいろカスタマイズしていければと思お、いよいよ。います。はい。はい。で、今回はですね、